S ダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。S ダーツアンバサダーの岩田夏美です。本日は私の新モデル、ロメロのご紹介と、Twitter で募集した質問に答えていきたいと思います。それではどうぞ。質問コーナー。S ダーツの公式 Twitter の方で、今回もたくさんの質問が来たということで、一つ一つ答えていきたいと思います。それでは早速、質問に答えていきたいと思います。最初の質問がももた3号さんからいただいた質問です。トリニダード移籍後最高位であるトリニダードプレイヤーアンディスピューティッドとなりましたが、葛藤やプレッシャーなどはありましたかという質問になっております。そうですね、葛藤やプレッシャー、プレッシャーは少なからずちょっとあったのかもしれないんですけど、これから、トリニダードのプレイヤーとして、自分がどこまで、貢献できるかなとか、トリニダードと一緒に新しいものを作り上げていくことにすごく楽しみを感じてたので、葛藤とかは特になかったかな。ただそのね、トリニダードのしかも最高位としてスタートを切ったので、プレッシャーは少しあったかもしれないです。第3からいただいた質問になります。岩田夏美選手、いつも応援しています。2023年ステージ1香川での優勝おめでとうございます。ありがとうございます。試合前もしくは試合中にルーティーンとして日々行っていることはありますか？一つの例としてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。という質問なんですが、ルーティーンを作らないようにあえてしてて、ルーティーンを作っちゃうと、これができてないとかできなかったってなると変な感じになっちゃうかなって私は思っちゃうんで、あえてルーティンは作らないようにはしてるんですけど、試合前は、試合の前日は、投げないでホテルでゆっくりしていたりはしています。ご飯食べに行って早めにホテルに戻って、なるべくゆっくりすることを心がけてます。っていうのは、その試合の前日にすごくダーツを投げてすごく調子が良かったりしても、当日それができなかったら嫌になっちゃうし、前日投げてすごい調子が悪くても不安になっちゃうような気がするんで、あえてダーツは投げないでゆっくりすることを心がけております。はい、では続いての質問が、西畑哲夫さんからいただいた質問になります。岩田夏美選手、こんにちは。こんにちは。好きな香水の種類や香りを教えてください。予想は柑橘系のさっぱりした香りです。という質問なんですが、甘ったるいココナッツみたいな匂いじゃなければ、割となんでも結構好きというか、フローラルっぽい香りが特に好きかなって自分の中では思うんですけど、あとは金木犀の香りがめっちゃ好きです。柑橘系の、香水もたまに使ったりします。糸日谷拓馬さんからいただいた質問です。いつも応援しています。ありがとうございます。岩田プロはフォームが綺麗ですが、体幹トレーニングか何かされていますか？自分は体がブレているような感じがするので、何かあれば教えてください。という質問になります。体幹トレーニングは一切しておりません。トレーニング系はほぼしていません。けどイメージとして下半身を土台
下半身をこうしっかり作るというか作れるようなイメージはするようにしてて、そのフォームを作る時に下からフォームを作り上げていくようなイメージで私はスタンスを作ってるのと、あと左足、私は右足が前なので後ろ足の左足も地面をこう掴むようなイメージで、指先で地面を掴むようなイメージで、スタンスを取ってるので、できるだけこう蹴り上げたくないというか、で蹴り上げたとしてもこう前にしっかりこう動けるように、こう斜めとか横にならないようにイメージはしています。でも体がブレてるのがいけないことではないと思うので、あんまりそこにこだわらないように考えた方がいいんじゃないかなと思います。はい、では続いての質問です。スーパースターみちるさんからいただいた質問になります。僕がダーツで一番大事なことはリズムだと考えているので、ダーツは音ゲーと思っています。そこでおなつさんにとってのダーツは〇〇を教えてほしいです。この質問すごく面白いなってちょっと思いました、個人的に。でも私もダーツで一番大事にしてるのがリズムなので、音ゲーって言われたらちょっと難しいんですけど、どうなんですかね、わかんないですけど、でもアップテンポの曲を聴きながらダーツのアップしたりすることは結構あります。ただ別にその曲に合わせてダーツを投げてるかって言ったらそうではないんですけど、でもそうですね、ダーツは〇〇、なんだろう、めっちゃ難しい。でも私もリズムだと思います。なんか勉強になります。ありがとうございます。以上です。はい、こちらの質問コーナーは以上となります。皆様たくさんの、質問をいただき本当にありがとうございました。また S ダーツで、質問を募集することがあると思いますので、ぜひまたその時はよろしくお願いいたします。それでは今回発売されるロメロについて説明していきたいと思います。ソフトが通常版と S ダーツ限定版、そしてスティールの合計3種類となります。今回のスペックですが、ソフトとスティールともに全長が 44mm、最大径が 7.2mm となります。重量も、どちらも 18g となっておりますが、ソフトの方が単体でスティールの方がポイント込みの重さになっております。通常版が、前方がブラックで後方がレインボーと華やかなビジュアル。 S ダーツ限定版が全体がブラックのシックなコーティングとなっております。皆さんお好みのものを手に取っていただければと思います。今回ロメロと一緒に私のコンドルアックスが発売されます。私のタトゥーをモチーフにしたローズ・オブ・ザ・ハートのデザインになっております。通常版が、クリアパープルとホワイトの2色、 S ダーツ限定版がブラックの計3色で、それぞれスタンダードとスモールの展開となっております。こちらもぜひよろしくお願いいたします。はい。ロメロの開発で一番こだわった点を教えてください。でもやっぱグリップする場所が大事だなって思ったんで、そのテーパーの角度だったり、あとこうリリースした時の感覚がすごい私は大事だから、転がりすぎないようにしたくて、でもダブルリングは好きなんですよ。でもダブルリング好きだけど、ダブルリングだけだとこう指の中ですごい転がりすぎちゃうから、こう縦カットを入れて抜けもよくこう前に抜けをよくしてます。あとは長さが微妙に結構開発時点でちょこちょこ変えたんですけど、長さもこの縦カット入ってることによって抜けやすくなってるから、こうもうちょっと後ろを長くして、もっとよりこう前に力が
乗るようにちょっと長めにしてます。スティールとまあでも、私あんまりそこまでスティールまだしてないから意識してることの違いといえば、よりこうスティールの方が伸びるようなイメージで投げたいなっていうのはありますね。こうなんかソフトみたいにズドンっていく感じじゃなくて、もっとスッとこう飛ばせるようにしたいなとは思ってますけど、まだスティールこれから勉強するんで頑張ります。今のセッティングは、今回発売される、クリアパープルの、ローズ・オブ・ザ・ハートの、スタンダードの M と、あとチップは、コンドルチップの黒を使ってます。どっちもすごい好きな色味なんで。コンドルしかも紫なかったですよね。今回初めての紫みたいなんでめっちゃ気に入ってます。現在のグリップを見せていただけますか？はい。今のグリップはこういう感じですね。親指ここが多分重心になってるんで、そこをしっかり押せるように親指は、寝かせすぎず立たせすぎずな感じで、人差し指は私人差し指をこうターゲットに向ける刺しに行くイメージでこうグリップしてるんで、こう上の方をこう乗せて上の方に乗せてあげる感じですかね。あとは握らないように中指を下に沿わせてあげてる感じになります。はい、どうもいます。グリップ圧はそんなに強くしないことと、強くすると単純に手首がロックされちゃうんで、こう落ちない程度のグリップ圧と、あとここ、さっきもちょっと話したと思うんですけど、前にしっかり押してあげたいんで、フライトにかかんないぐらいにはこう結構キワキワなんですけど、実際はバレルの前の方を持つようにはするようにしてます。
皆様ここまでいかがだったでしょうか？オンラインショッピングご希望の方は動画の説明欄に SDARS のリンクが貼ってありますので、ぜひそちらをご覧ください。またお得に購入ができますので、私のクーポンコードである723を使っていただけたらとっても嬉しいです。また SDARS の実店舗である池袋店と錦糸町店と台湾にある台北店では試し投げが可能です。お近くの方はぜひ足をお運びいただき、心ゆくまで試搭してみてください。そして今回この動画を見ていただいた皆様にプレゼントキャンペーンがあります。私が今着ているこちらのユニフォームを、抽選で1名様にプレゼントしたいと思います。応募方法は SDARS の Twitter をフォローの上、今回のキャンペーンの投稿をリツイートするだけで OK です。皆様のご応募お待ちしております。動画の高評価、チャンネル登録、温かいコメントたくさんお待ちしております。以上、SDARS アンバサダーの岩田夏美がお送りいたしました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。